皆さんこんにちは、よろこです。今日は4号線に乗って한성대 입구역というところに来てます。4番出口に出るつもりなんですけれども、4番出口に行ったら昔の朝鮮時代の城壁を歩けるコースがあります。今日はそのコースを皆さんにご紹介したくてこちらに来ました。ちょっと歩きながらご紹介いたしますね。では行きましょう。ソウルは昔ハニャンと呼ばれました。ハニャンはソウルの昔の名前です。このハニャン도성は朝鮮王朝の都である한성部の境界を示すとともに外部からの侵入を防ぐために作られました。1396年、1396年に作られましたね。このオレンジ色のところが한양도성城壁が建てられているところです。ソウルに5つの宮廷があるんですが、경희궁、경복궁、창덕궁、창경궁、덕수궁 5つの宮廷を囲まれて建てられています。全部で約19キロになります。東西南北に4つの山があり、その山の稜線に沿って築城されました。この、城壁の中が本当の、昔のソウルだったんですね。この出入りは4つの大門、そして4つの小さい門があったんです。合わせて8つぐらいの門があったんですが、それが동대문、남대문とかそういう名前に呼ばれてます。今日はここ行きます。낙산 구간というところを歩きたいです。では行きましょう。今日私が歩きたいところは낙산区間4号線の한성대 입구역駅におります。한성대 입구역駅から降りて4番出口から出ます。동대문駅からも近いところです。4番出口を出てしばらく歩くとここが出ます。あれは해화문です。해화문。出入りができる4つの大門、4つの小さい門があると申し上げたんですけれども、あれは小さい門、해화문です。この投票があったら、ここから始まります。해화문の向こう側にあります。そこから出発です。では行きます。しばらく、もうちょっと歩いたら、城壁が見えました。見えますか皆さん。これが昔のソウルの도성城壁の、残りです。鳥の鳴き声も聞こえるし、緑あふれる場所です。ぜひこういう한양도성城壁の隣の道歩いてみることをお勧めしたいです。今日私が選んだ낙산区間は一番、登りやすい区間です。別のところは山とかあるので結構登山になるんですが、ここはゆっくり散策できる場所です。歴史も感じながら自然を隣で接しながら歩ける道なので、とっても愛されるところであります。城壁の隣に散策しながらゆっくり歩けるようになってます。時間をちょっと忘れるそのような道です。韓国の昔の家、ハノもありますね。カフェです。
삼성동 369 성곽마을 이야기. 今ここですけれども、この下にこういうものがあるということですね。再び歩きます。本当に静かでした。車の音とかも聞こえませんでした。ゆっくりできる場所です。皆さんいろんな石が見えるの見えますか？種類がちょっと違うような石が見えるんですよね。時間が結構600年ぐらい経ってるので、壊れたりいろいろあってて、それを直したりした証拠です。それで時代ごとによって築き上げた技術とかも違ってくるので、韓国の建築の昔の技術を歴史を見る貴重なところでもあります。それでいろいろな石、色も変わってるし、歴史を見ることができます。こういう素敵な道、そして城壁なのに、韓国の近代化が進むにつれて結構壊してたんですね。電車が通るようになったり、道路を作るために壊したり、そのようにしてて、ちょっともったいないな、残念だなと個人的には思います。それを1970年代に入って60年代後半からちょっと再建しようという運動も起きて今に至ってるんですけれども、もっと文化財に対して貴重な文化財は保存してほしいですね。城壁をよくよく見ると、このように担当者の名前が書かれてます。もし修理が必要だった場合は、書かれた担当者を見て、その人が呼ばれたそうです。歩く途中、旅行者カフェ見つけました。寄ってみるのもいいですね。その隣にはサウルゲストハウスがありました。ここから本格的な登りです。한양도성、한양の城壁を歩く散策道の中で一番難易度が低い、空間でもあります。他のところはこれよりもっと傾斜があるかもしれません。全部行ってないんです、私も。皆さんはこういう昔のもの大好きですか？私は大好きですね。歴史が好きなので、結構どの国に行ってもこういう昔の歴史を感じれるところを探していきます。小さいアジサイに出会いましたよ。もう少し登ってみたら、このように素晴らしい風景が見えました。今日歩くコースの中で一番高いところ、낙산の山頂に着きました。猫ちゃんが。小さい山、낙산の一番上には、낙산公園、낙산公園があります。ここです。このような素敵な姿に出会うことができます。城壁です。かなり厚さがあります。敵から守るためにこのように作りましたね。再び歩きます。동대문駅まで行きます。동대문市場の近くですね。約2キロぐらいの空間の散策道路ですけれども、ちょっと歩くのが苦手な方はバス乗るのもおすすめします。동대문駅からここまで、낙산までバスがあります。城壁の下にはこのように人々がまだ住んでます。城壁한양도성は
最初、朝鮮時代の最初のを帝朝が最初に作ったんですけれども、その当時約100日間作られたそうです。全国で約19万人の人々をこちらで読んで作ったそうです。約100日間かかったそうですね。城壁の外側から内側に行ける道があったので通ってみました。暑さ見えますか？かなりの暑さです。カフェですね。この城壁の内側に昔ながらの村があるんですが、イーハーマウルです。イーハ洞です。ちょっとしたお酒を飲むところですね。マッコリ、맥주、ラーメン、떡볶이。城壁の向こうにこのように昔の階段式の韓国の独特な昔の家です。ソウルは昔と現在が共存する場所がとても多い都市だと思います。うわ、かなりの傾斜ですね。でも素敵です。ほぼ降りてきました。降りてくると동대문駅なんですが、한양도성博物館があります。火曜日から金曜日まで運営してます。あれがこの空間の最後ですね。흥인지문です。흥인지문に近くなりました。흥인지문です。約2キロの落山区間散策道路でした。皆さん、今日はいかがでしたか？楽しみましたか？また別のところをご紹介してまいりますので、お楽しみにしてくださいね。